こんにちは、おけんママこと加藤ひとみです。今日はおでこのシワの改善法についてお伝えします。子供の頃はシワ一つないツルツルのおでこだったのに、少しずつ細かいシワが増えてはっきりしたシワができるととてもショックですよね。おばあさんの絵には決まったようにおでこに3本の横線が書いてあるものです。おでこのシワの原因はおでこの脂肪の減少や無意識に眉毛を上げる癖などいろいろあります。でも大丈夫です。これらの原因にしっかり対処すれば今より確実におでこのシワが改善しますよ。それでは今日も行ってみましょう。額にシワが入ってますよね。これ眉毛を上げた状態なんですね。でこちら赤線で書いてるんですけれども、こんな風にって驚いた時、眉毛を上げたりする、癖、私も割とありますけども、そういう癖がある方なんかは一瞬出ますけれども、それを繰り返してるとだんだんとですね、普通の表情をしてる時でもくっきりとシワが刻まれるようになるんですね。でおでこのシワの一番の原因はこの眉毛をクッと上げる癖なんですね。その癖があればあるほどこのシワのできやすさが変わってきますね。ご自身がどれぐらい日頃眉毛を上げる癖があるかを見ていただきたいんですね。ご自身で鏡に向かって自己紹介をしてみていただきたいんですよ。例えばこんにちは、加藤ひとみです。私はドライブが好きでとか何でもいいので、ちょっと一通りご自身のことをね、普段話すような感じでちょっと笑顔にしながら言ってみてほしいんです。でその時にですね、一瞬何かの言葉を言う時にとか私はドライブがすごく好きでとかそういう時の表情、眉毛を上げる時にどれぐらいあるかを見てほしいんですね。私も比較的と眉毛を上げてゆったりする方なので、おでこにシワができやすいのは自分ですごく自覚してるんですね。ですのでできるだけそういう瞬間をなくすようにはしてるんです。でやはり眉毛を上げる癖がある方っていうのはどうしてもシワができやすくなるので、シワを定着させないようにするためにはやっぱり眉毛はできるだけ上げない方がいいです。他にもですね、おでこのシワの原因があるんですね。それはですね、おでこの脂肪が減少したことです。若い頃はですね、おでこに一面に薄く均等に脂肪があるんです。でそれがだんだんと年齢とともに脂肪が減少してくるんですね。正直年齢によって顔の脂肪が減ってきた場合、部分的にそこだけ何かたくさん食べて太ってここに脂肪が乗るっていうことは難しいんですね。皮膚の下に脂肪があって筋肉、骨、頭蓋骨なんですけれども、その筋肉自体もですね、加齢とともにやはりだんだん弱ってきて厚さが減ってくるんですよ。なのでもう皮膚からもう直接骨みたいな感じになって、でやはりその内容物が減ることによって皮膚が少し余ってシワシワシワっとして細かいシワが寄りやすい。なのでそこをしっかりと底上げしていくことが一番シワを改善するのにいいんですけれども、もう脂肪は無理ですよね。だったらどうしたらいいか。加齢年齢とともに減っていく脂肪を補うのはやっぱり筋肉なんですよ。このようにですね、額に一面にある筋肉、前頭筋って言いますね。でこの筋肉をしっかりと鍛えれば、皮膚を下からぐーっと押し上げるぐらいまで、張りを持たせるぐらいまで発達させることがやっぱり可能なんですね。しっかり鍛える。でその鍛え方なんですけれども、先ほど眉毛を上げるとシワが刻まれるって話しましたよね。で前頭筋を鍛えるにはどうしてもですね、眉毛の上げ下げが必要なんですよ。でも眉毛の上げ下げをするとシワが刻まれるって、でもジレンマなんですよ。じゃあどうしたらいいのかということなんですけど、シワができる部分に指を置く、そして眉毛の上げ下げをすればそのシワが定着することはないんですね。はい、それではしっかりとおでこの筋肉を鍛えていきましょう。まずですね、眉毛上げた時にどこにシワができるか、それは人それぞれなんですね。このように鏡をちょっと見ていただきながら眉毛をグッと上げてみてください。そしておでこのどこにシワができるかどうか確認しましょう。そしてシワができる部分に指を置きます。シワができるところを鏡で確認して、そこをしっかりとで置くと真ん中にシワが残っていることがあるので、そういう時はこのように少し指を互い違いにしてシワをすべてこうやって押さえますよ、必ず。そしてこの状態で眉毛の上げ下げします。10回いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。最後10秒上げたまま10秒キープしますよ。上げて1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、OK です。1日これだけでいいです。ただしですね、しっかりと指で押さえるんですけども、あまり強く押さえないでくださいね。眉毛が動かなくなるぐらいまで押さえることはやめてください。筋肉の動きが抑えられて筋肉鍛えられませんのでね。で圧迫することによって血流も悪くなるので、指はシワの上に添えるイメージぐらいでちょうどいいですね。で眉毛を上げるときにこれ自然に指が動くんで、ついて動いてるんです。これは私意識的に指を動かしてるんじゃなくて、自然に筋肉に乗ったまま指が動いてるので、この状態、これぐらいが理想ですね。そして上げるのも適当に上げるんではなくて、もう本当にもうこれ以上上げることができないというぐらいまでしっかりと1回ずつ上げていきます。1、2、こんな感じ。もう1回いきましょう。1、2、
しっかりと3、4、5、6、7、8、9、10。はい、上げてキープ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、OK です。はい、いかがですか？なんだかおでこがポカポカしてきますよね。先ほどの眉毛の上げ下げは1日1回でいいです。10回上げて10秒キープ。これでですね、だんだんとおでこに厚みが出てきて大きなシワは気にならなくなってくるんですけれども、ただですね、やはり赤ちゃんの時のようなつるっとしたシワ一つないおでこになることはまず難しいです。ただおでこに厚みを出していくとですね、こう光が当たった時にピカッと反射してこうツヤッとするんですよ。で、細かい小じわとかもほとんど気にならない感じになりますので、しっかりとトレーニングは続けていってくださいね。おでこのシワの原因は実はまだあるんですね。顔と頭ですね、1枚の皮膚でつながってますよね。で、だんだんとですね、この頭皮自体が顔の方に押し寄せてくるんですよ。たるみですよね。で、こう押し寄せてきて、それがこのおでこのところでダブついてシワになっているということもあるんですね。実はこの後頭部に、この辺りにですね、後頭筋っていう筋肉があるんですよね。前頭筋と後頭筋って実は腱を介してつながってるんです。なので、ここを鍛えるとこちら側も同時に鍛えられるんですね。で、先ほどの眉毛の上げ下げをしているとここも鍛えられています。そうするとですね、この頭部をギュッとこう引き締めてくれる、全体的に。そしてたるみが顔に押し寄せるのをしっかりとブロックしてくれる。なのでこれは本当に顔の一番上なんですけれども、前頭筋ってすごく大事な部分になりますので、忘れずにしっかりと鍛えてください。で、10回ほどやって10秒キープなんですけども、慣れてきたら100回ぐらいやってほしいんですよ。本当にもうここがもう下がってくると顔全体のたるみになるので大変ですけれども、慣れてきたらね、最初はもう10回とか20回で少しずつでいいんですけれども、100回頑張ってやっていただきたい。1日、私毎日100回やってます。もうここってすごく大事なとこなんですよ。頭皮からのたるみをここでしっかりとブロックしてくるんですよ。もうここも一緒にずり下がってくると全体がたるんでしまうので、まずここでブロック、しかもこの後頭筋も一緒に鍛えてくれるので、頭皮をぐっとこう上とここの後ろで引き締めて、たるみがこう顔にいかないようにしてくれるというすごく大事な場所。慣れてきたら100回やってみましょう。はい、先ほどですね、眉毛を上げる癖がおでこのシワの原因になるとお伝えしましたね。で、眉毛を上げる癖の中にですね、目の開きが悪いことによってどうしても物を見るときに眉毛を上げざるを得ないということもあるんですね。眼瞼下垂っていうまぶたの筋肉の病気があるんですけど、もしその眼瞼下垂症の場合はですね、しっかりと医師の診察を仰いでいただきたいなと思います。まぶたを上げる筋肉って眼瞼虚筋っていうのがあるんですけども、それが弱ってきてそのような症状になるんですよね。眉毛をこう上げて物を常に見ないといけないので、ここにしっかりとシワが刻まれてくるわけですね。眉毛でこう目を開く癖をなくしていくためにですね、これから目の開きを良くするトレーニングをしますので一緒にやりましょう。ぐっと目をこう開く、その時に眉毛を上げないようにぐっと、もうこれだけです。で、軽く閉じる。はい、ぐっと開く。はい、閉じる。はい、ぐっと開く。その時に眉毛を上げないように、目の開きと一緒にこう上げてはダメですよ。眉毛はもうそのまま、今の位置のままですね。目をぐっと開きます。そして閉じる。ぐっと開く。眉毛の力を使わなくても目が開くように、それをやっていただきたいですね。ただ一つ注意点があって、この目をグッと開くっていうのはミラー筋をすごく疲れさせるんですね。なので眼瞼下垂の場合は目をグッと開くとかえって悪化しますので、そこはちょっと気をつけてくださいね。はい、これからですね、少し頭皮の引き上げをやってみましょう。先ほどですね、頭皮のたるみが顔に押し寄せることによっておでこのシワの原因になるっていう話をしましたよね。なので押し寄せてきたものを頭皮に戻すっていうのをこれからやってみます。やり方は簡単ですよ。指をですね、まずおでこの生え際に当てて、シャクトリムシのように少しおでこにテンションをかけながら皮膚を後頭部の、ね、この辺りまで移動していきます。そしてその指を揉み込むちょっとこんな感じで皮膚をね揉むような感じで、こういう感じで。で、次はですね、この耳の上からぐーっと斜め上に引き上げていきます。揉み込む。はい、で次はですね、この首の方にもね、たるみがこう押し寄せてきますので、この襟足からぐーっと持ち上げて、シャクトリムシのね、そして後頭部までちょっとこう皮膚をこう頭部に戻すような感じで揉み込んでください。はい、もう一回いきますね。おでこから後ろに。はい、次は耳の上から斜め上に揉み込む。そして次、襟足から真上に向かって後頭部まで持っていく。はい、これをですね、週に 2,3 回やっていただけたらいいと思います。あんまりやりすぎると良くないです。皮膚を引っ張るっていうことは逆に皮膚を伸ばすことになるので、適度にシャンプー前にとかね、やっていただければと思います。決して強く引っ張らないようにしてくださいね。おでこのシワの改善法についてお伝えしてまいりました。普段から眉毛を上げないようにすること、どのようなタイミングで眉毛を上げているかしっかり把握して、その癖を直すことがまず一番大切ですね。
そしておでこの筋肉を毎日鍛えておでこに張りを与え、同時に頭皮のたるみが顔に向かって落ちてこないようにしっかりとブロックする。他には眉毛を上げなくても目が開きやすくなるようにトレーニングをすること。ただし目を開きやすくする運動は眼瞼下垂症の場合はかえってまぶたの筋肉に負担をかけてしまうので、眼瞼下垂症の疑いがある方は目を開きやすく運動は行わないようにしてください。おでこがつるっと光ると気持ちも明るくなりますね。お伝えした方法をぜひ実践いただき、明るい気持ちで毎日を送っていただければ嬉しく思います。今日もご視聴ありがとうございました。それでは次回お会いしましょう。次は首の横シワと縦シワの改善法についてお伝えする予定です。それではさようなら。おけんママでした。